の駅に降り立ちただ一人迎える人もないままに静かな街をコツコツと歩けば涙あふれ出る幾度狭えか忘れたがあの原爆の火の中を逃げて走った思い出が今さらながらによみがえる平和な頃には宇宙中で遊んだ丘もここあたりみんなの名前呼んでみようおいおい視聴者の皆さん、こんにちは。緊急事態宣言が解除され、社会・経済活動が再開されましたが、いまだ新型コロナウイルス感染症は収束を見ていません。3月以降、さまざまな集会や取り組みが相次ぎ中止や自粛となっています。核兵器をめぐる動きとしては、2020年4月に開催予定であった NPT 再検討会議は、新型コロナウイルス感染症パンデミックを受け、延期となりました。しかしながら、米国、ロシア、中国など、核兵器保有国の核開発は、とどまるどころか進み続けています。また、福島第一原発のトリチウム汚染水放出問題や、原子力規制委員会による6カ所再処理工場の合格など、原子力をめぐる課題・問題もあります。このように核をめぐる状況が一層厳しい中で迎えた今年の被爆75周年原水爆禁止世界大会は大きな節目です。コロナ禍であっても核兵器廃絶、脱原発、被爆者の援護連帯に向けて大きな声を結集すべく、今年の被爆75周年原水爆禁止世界大会はオンラインで開催いたしますので、最後までご覧いただき、ご参加いただくことをお願いいたします。それでは、ただいまより被爆75周年原水爆禁止世界大会オンライン集会長崎大会を開会いたします。申し遅れましたが、私は司会を担当いたします。原水爆禁止日本国民会議の橋本真由と申します。どうぞよろしくお願いいたします。まずはじめに、原水爆禁止日本国民会議川野光一議長よりご挨拶申し上げます。コロナの影響でこのような異例の大会運営にもかかわらず、ご参加いただいた皆さんに心からお礼申し上げます。原水議議長の川野です。今年はあの日から75年、被爆者の平均年齢は83歳となり、当時5歳だった私も80歳になりました。被爆者のは市民会館から200メートルほど中島川の上流、B29 ボックスカー号の投下目標地は約に200メートルほど下流の常盤橋でした。雲に遮られて探すことができず、
投下したのは村上でした。予定通り常盤橋に落とされていたら、長崎の古い町並みも私も跡形もなかったでしょう。あの日も暑い日でした。長崎の町は7月の末から連日空襲が続いていましたが、朝から出された警報は8時30分に解除されました。やっと私たちは防空壕から解放され、近所のこと上空から聞こえる飛行機音に気づき、遊軍機やろうと機影を探しています。原爆を搭載した B29 オスカ号は小倉を諦め長崎に来たと。気がついたら15メートルほど離れたところに倒れていましたが、幸い怪我はなく、すぐ近くの防空壕に逃げました。中では爆弾がどこに落ちたのかと大騒ぎしていましたが、近所のおじさんがこれは広島に落とされた新型爆弾灰と言った途端、壕内や静まり返りました。みんな広島のことは知っていたのです。しばらくすると爆心地の方からひどい怪我ややけどを負った人たちが大勢逃げてこられました。あまりひどい状態だったのでしょう。親たちはその行列を子どもたちに見せまいと防空壕の奥に押し込みました。世界の核兵器は今年6月、9カ国で13,410発、前年度から470発減少しましたが、中国は30発増の320発となり、フランスを抜き、ロシア、アメリカに次いで3番目に多い国となりました。確かに前年と比較すると減少したとはいえ、地球上の人類を何十回殺しても有り余る数字に変わりはありません。しかも近年、米国トランプ大統領は中距離核戦力全廃条約 INF を執行させ、さらに核体制の見直し、使える核兵器の開発を表明するの極めて危険な状況で、また米ロの核削減交渉の今後の見通しも立っていません。このような時代だからこそ、世界で唯一の戦争被爆国、我が国の出番があるはずです。核兵器禁止条約にまず賛同し、北東アジア非核兵器地帯構想を推し進めるのです。北朝鮮、韓国、日本の3国は核を持たない。米国、ロシア、中国はこの3国に核攻撃しない。そうです。3プラス3を実現させるのです。そしてこの構想を南半球と同じように北半球にも広げるのです。もうアメリカの核の傘はいらないのです。皆さん、ご参加いただいている皆さん、希望を失ってはいけません。75年前の広島、長崎を思い出してください。あの荒涼とした原始を、おびただしい屍の横たわる原始を、戦後間もなくすべての働く人たちが苦しい生活の中からお金を出し合い、新しい長崎の町を作り変えたではありませんか。そしてノーモア広島、ノーモア長崎、ノーモアワーと叫び、私たちは75年間平和憲法を守り続けてきたではありませんか。私たちは75年間核兵器をただの一度も使用させてこなかったではありませんか。 NPT 発効から50年、 NPT の形骸化を核兵器禁止条約でどのようにして補っていくのか、難しい問題もあります。我々にできること、我々にしかできないこと、みんなで考えよう、話し合おう、そして行動に移そう。今日ここが新たな出発点です。川野議長、ありがとうございました。続きまして、現地実行委員会を代表して原水爆禁止長崎県民会議山下和秀副議長よりご挨拶をいただきます。山下様、よろしくお願いいたします。
皆さんこんにちは。原水爆禁止世界大会長崎大会のオンライン集会ご視聴の皆さん、大変ありがとうございます。本日現地実行委員会、原水爆禁止長崎県民会議を代表いたしまして挨拶を申し上げます。本来議長の松田が挨拶すべきところですが、所用がありますので、代わって副議長の山下がご挨拶申し上げます。よろしくお願いいたします。今日被爆75年の節目の年を迎えました。今回昨年に発生しました新型コロナウイルスの感染症の影響で、このようなオンライン集会という形になり、大変残念に思っております。現地実行委員会としましては、本来ならば海外からのゲストもお呼びし、全国の仲間に集結していただいて、共に平和について学習し、語り合い、考えを深めていく、そして次の行動に結びつける重要な集会であるにもかかわらず、このようなオンライン集会という形になってしまい、誠に申し訳なく思っています。ただ、こういう状況の中でもできることをできるだけ取り組みたいということで、このような形にさせていただきました。先ほど来、被爆75年ということがよく言われます。被爆者の平均年齢は83歳を超えています。このことの意味をですね、現地としてぜひ訴えたいというふうに思っております。被爆地長崎においても、被爆者から被爆の実相を聞くということは大変大きな力になっています。平和運動の原点とも言うべきその体験が徐々に失われつつある。この先いやおうなく被爆者のいない世界がやってきます。その中で長崎としてどういうことに取り組めばいいのか、この被爆の実相を継承していく取り組み、これを真剣に進めなければいけないというふうに考えています。またその継承に取り組んでくれる若い世代の立ち上がりが今大変目立ってきております。長崎に始まり、今や全国に広がっておりますけれども、高校生1万人署名の取り組み、また高校生平和大使の取り組み、こういう動きが一筋の希望となっております。2017年には核兵器禁止条約が締結されました。この条約は人道的な観点から核兵器を根本的に否定する内容であり、非常に重要な意味があるというふうに考えております。しかるに、この被爆国である日本の政府がこの条約に署名をしていない、この状況については長崎の被爆者は怒りを禁じ得ません。どうしてそういう状況になるのか、これについては強い訴えを持っております。そして被爆者に核のない世界をぜひ見せたい。被爆75年経ち、平均年齢83歳を超えた被爆者の皆さんに、核がなくなった世界、核兵器がなくなった世界、少なくともその短所だけは見せたい、そのような焦りが被爆地長崎にはあります。被爆体験者の問題であるとか、あるいは被爆2世3世の健康の問題であるとか、さまざま解決すべき問題、乗り越えるべき問題はあるにもかかわらず、遅々として進んでおりません。少なくともこれらの諸問題について、一つでも一歩でも解決に向けて動き出していければということを願いながら、現地実行委員会を代表いたしましての挨拶とさせていただきます。どうもありがとうございました。山下様、ありがとうございました。ここで元帥金と交流のある韓国山陽連隊より連隊のご挨拶が届いていますので、ご覧ください。Hello, nice to meet you. My name is Younga from South Korea. I am an activist of Center for Peace and Disarmament of People's Solidarity for Participatory Democracy. Thank you for giving me an opportunity to speak at the 75th Second Online Conference. First, I would like to ask all of you to remember those who lost their lives by the nuclear bombs dropped in Hiroshima and Nagasaki 75 years ago. My heart also goes to many hibakusha who are still in pain. I would like to send my greetings on behalf of Koreans
who agree with all of you gathered here today to create a world without nuclear weapons and a world safe from all kinds of nuclear disaster. The world clearly witnessed the cruel and inhuman nature of nuclear weapons through the bombs dropped in Hiroshima and Nagasaki 75 years ago. This weapon of mass destruction is against humanity and the voice of mankind. The claims for the permanent disappearance of this weapon is growing louder than ever. However, tensions rise among nuclear armed states. Billions of dollars are being spent on modernizing and upgrading of nuclear weapons, so-called low yield, and the risk of actual nuclear use is growing. Some of the important treaties that have kept in the nuclear arms race under control, such as the new Strategic Arms Reduction Treaty, are also at risk of being terminated. The Korean Peninsula was always under the threat of atomic warfare during the Cold War. In 1957, not long after the Armistice Agreement was signed, the U.S. Army brought the tactical atomic weapon into South Korea, and more than 1,000 of them remained and were placed in the country until early 90s. The nuclear threats on Korean Peninsula did not end even when the Cold War was over. Only 2 years ago, the leaders of the two Koreas declared that there will be no more wars on the Korean Peninsula. But now we are worried about military conflicts again. This is because the agreement between the leaders of two Koreas and the US and North Korea was properly implemented and failed to build trust. The old inertia of trying to subdue the opponent through the pressure in the one-sided manner rather than reverse from the other's point of view has prevented progress in the negotiation. However, the nuclear issue on the Korean Peninsula is inherent in the long-standing unstable armistice regime. In order to induce the DPRK to give up its nuclear weapons, it is essential to understand that the DPRK missile and nuclear development programs stem from the decades-long military conflict and arms race on Korean Peninsula. Moreover, the nuclear issue in Korea is deeply related to the fact that neighboring countries have continued to strengthen their military reliance on nuclear weapons ever since the horrendous fighting in Korea has halted with the ceasefire agreement. This is why the progress of denuclearization on Korean Peninsula must go hand in hand with the permanent peace building in Korea, including the establishment of diplomatic relations between the DPRK US and the DPRK Japan, along with the efforts to fundamentally eradicate any source of nuclear threats surrounding the Korean Peninsula. Therefore, the international community, including US and RK, should take steps to build trust and ensure mutual security against the DPRK suspension of nuclear and missile tests. Also, the RK and other countries should move away from their military strategies of relying on nuclear weapons. The Korean Peninsula without nuclear weapons or nuclear threats is possible only after the US nuclear umbrella over South Korea is removed, as well as North Korea nuclear weapons. It is ironic that the RK and Japan are enthusiastically depending on the US nuclear umbrella. Japan is the first country to be destroyed by atomic weapons, and the more than 70,000 Korean nationals who are working in Japan were damaged by the nuclear attack. A bigger irony is that being under the nuclear umbrella increased the threats of atomic attack rather than reducing it. This year, being the 75th year since the conflict first surfaced, is the best chance to mobilize a public opinion on conflict structure in Asia and the Korean Peninsula and its negative impacts.
Let's stand in solidarity for moving forward a nuclear-free Korean Peninsula, nuclear-free Northeast Asia, and a nuclear-free world. Thank you very much. ありがとうございました。続きまして、被爆体験者からの訴えです。被爆体験者を代表して、山内武様より訴えていただきます。山内様、よろしくお願いいたします。私は被爆体験者です。被爆体験者というのは実際に原爆に遭われた方だと思いますけど、私たちはこの爆心地より12キロ以内で被爆しているにもかかわらず、本当の近距離の被爆者と差別された援護を受けております。だから同じ援護ということで、長崎県長崎市に国市に被爆手帳の申請をしましたけど、ことごとく却下されました。それで同じ12キロ圏内に住んでいるにもかかわらず、私たちは被爆者とされず被爆体験者という名のもと現在に至っております。そういうことで、私たちは福島の東日本大震災の後、只見町と長崎市の仲間が被爆者じゃないかということをもう一度司法に問うという格好になり、160名で長崎市、長崎県、国を相手に長崎地裁に訴訟を起こしました。そこで結果は8年の歳月で口頭弁論を22回した結果、10名の方が被爆者だということを認めていただきましたけど、その後長崎市、長崎県が福岡高裁にみんな被爆者じゃないということで控訴をしました。それで福岡高裁では9回の口頭弁論を開いた後、ことごとく被爆者じゃないという判決、それはどこを見つめたものか分かりませんけど、福島であった放射能の事故、これを見据えたことと思い、長崎地裁では25ミリシビルとあっただろうという判決でしたけど、福岡高裁では18.7シーベルトしかないということで被爆者じゃないという結果になりました。高裁の話では年間被爆線量が100ミリでなければ今は被爆者じゃないようなことを言っておられます。私たちは12キロ以内で国が線引きした被爆地域で被爆しているのにかかわらず差別をされております。ただその差別というのも本当に私たちの裁判の中も1審2審ともみんなで556名でしたけど、150人近くが亡くなってしまいました。再度もう一回長崎地裁に提訴しようという仲間が出てきたものだから、17名で再度提訴の格好になると思いますけど、頑張っていきたいと思います。まずこの長崎を人類最後の被爆地としてもう核兵器はいらない。私たちは9の日のこの原水金の座り込みの仲間と一緒に約19年一緒に毎月座り込みをしています。核兵器はもういりません。どうもありがとうございました。
山内様、ありがとうございました。続きまして、高校生平和大使からの訴えです。ノルウェー派遣の平和大使、山口幸乃さん、第22代高校生平和大使の橋田愛さん、お二人からの訴えです。山口さん、橋田さん、よろしくお願いします。高校生平和大使や高校生1万人署名活動は今年で23年目を迎えますが、一昨年からノーベル平和賞候補にもノミネートされ、活動の幅を広げています。私は昨年ノルウェーを訪問し、ノーベル委員会にアピールすると同時に、核兵器の廃絶や平和な世界の実現に向けて活動してきました。私は第22代高校生平和大使としてスイス・ジュネーブにある国連欧州本部を訪問しました。そこで全国の高校生が集めた署名を提出すると同時に、22代高校生平和大使全員が核兵器の廃絶と平和を願うスピーチを行い、各国の大使と意見交換を行いました。その他にも昨年11月にはバチカンでローマ教皇に謁見し、11月には長崎で再会を果たすなど、昨年は非常に実りの多い1年となりました。長崎ではほぼ毎週のように署名活動を行ったり、修学旅行生との交流を行ったり、全力で活動を進めてきました。しかし新型コロナウイルスの影響で2月から署名活動ができなくなりました。私たちはくじけることなくオンラインで意見交換を行い、活動を絶やさないよう努力していました。ハワイとのオンラインサマースクールでは、日本とハワイの高校生で学習や意見交換を行いました。7月からは署名活動も再開しています。私たちは困難に負けることなく、平和な世界の実現に向けての活動を頑張っていきます。高校生は頑張ります。平和な世界の実現に向けて高校生は頑張ります。山口さん、橋田さん、そして高校生の皆さん、ありがとうございました。続きまして、今大会の記帳を事務局長の北村より提起いたします。2017年7月7日、国連加盟193カ国中122カ国の賛成で核兵器禁止条約が採択されました。核兵器を国際人道法に反する非人道兵器として、核兵器とそれに関わるすべてを国際法で禁止する、被爆者や原水期運動が長年にわたって求め続けている核兵器廃絶への歴史的一歩として極めて重要な条約です。7月7日現在、批准した国は39カ国、条約発効まであと11カ国となり、早期の発効が待たれます。2020年1月23日、米国の科学雑誌原子力科学者会報は、世界終末時計の針がそれまでの2分前から20秒進んで残り100秒となり、1947年の開始以降最も終末に近づいたと発表し、世界が複雑な脅威に対抗するための手段を軽視するか放棄しているとして、残り時間は秒単位で警戒レベルは深刻だとしています。米トランプ政権下での核体制の見直し 2018NPR は、オバマ政権での核なき世界を目指す路線を展開し、核兵器の役割とその使用を可能にするという、これまでの NPT 再検討会議や核廃絶へのさまざまな取り組みを否定するものです。
小型核兵器の開発、F-35 ステルス戦闘機への精密誘導小型核爆弾の配備など、核軍縮に逆行、核兵器の使用条件も緩和、そして核兵器以外の兵器攻撃やサイバー攻撃をも核兵器使用の対象としています。2019年8月2日、米ロ2国間での具体的な核戦力の全廃条約であった中距離核戦力 INF 全廃条約は失効しました。失効直後の8月18日、米国は地上発射型の中距離巡航ミサイルの発射実験を行いました。また、2020年2月4日、米国防総省は爆発力を抑えた小型の核弾頭を搭載した潜水艦発射弾道ミサイル SLBM を実戦配備したと発表しました。2020年6月2日、ロシアプーチン大統領は核抑止力の国家政策指針に署名し、通常兵器を使った侵略に対しても国家の存立が脅かされる場合には核使用の可能性があるとしました。2020年5月22日、中国は今年度の国防予算を公表し、前年度比 6.6% 増の日本円にして約19兆円。軍拡路線支持の状況が顕著となっています。米中ロの軍拡競争路線が明確化する中で、いかに核軍縮を進めていくかが問われています。広島・長崎の被爆者健康手帳所持者は、2020年3月末現在、13万6682人で、前年度より9162人減りました。平均年齢は 83.31 歳となり、被爆者が年々高齢化し、人数が減っていく中で、残された被爆者援護課題の前進に向けた運動を強め、解決を急がねばなりません。原爆投下からすでに75年を経過した今、新たに被爆者健康手帳を取得するのは極めて困難な状況です。ここ長崎から始まり、全国に広がった高校生平和大使の活動は20年を超え、外務省からユース非核特使に認定されています。これまで集めた100万筆を超える署名は、スイス・ジュネーブの国連欧州本部に永久保存されるなど、国連からも高く評価されています。また、2018年以降は、ノーベル平和賞に毎年ノミネートされています。若い世代の主体的で積極的な核兵器禁止、平和を目指す取り組みを被爆体験、被爆の実相の継承などとつなげて、より広範な運動にしていかなくてはなりません。2019年11月24日、ローマ教皇フランシスコが来日し、広島の平和記念公園で平和メッセージを発しました。確信を持って改めて申し上げます。戦争のために原子力を使用することは、現代において犯罪以外の何物でもありません。と述べ、武器を手にしたまま愛することはできません。と武力の放棄を主張し、核戦争の脅威で威嚇することに頼りながら、どうして平和を提案できるでしょうかと問いかけました。唯一の戦争被爆国として核兵器廃絶を主張しながら、米国の核抑止力を安全保障政策の基本に据える日本政府は、
教皇フランシスコの言葉をどのように聞いたのでしょうか。核と人類は共存できない。原水禁運動は常に一人一人の命の尊厳を基本に据え、運動を展開してきました。暴走する安倍政権が主張する戦後レジームからの脱却は、日本国憲法が規定する平和と民主主義、基本的人権を否定するものです。日本国憲法の理念のもと、これまでの原水禁運動の正しさに胸を張り、これまでの成果を引き継ぎ、私たちの道を揺るぎない信念を持って進もうではありませんか。原水禁運動は安倍政権の核抑止による安全保障政策と原発推進政策、一人一人の命をないがしろにするすべての政策に反対して、命の尊厳を基本に戦いを進めていきます。以上、雑白ではありますが、ポイントを絞った基調提起とさせていただきます。なお、基調全文につきましては、原水禁ホームページに掲載してありますので、そちらをご覧ください。ありがとうございました。最後にアピール採択です。読み上げてアピール採択とさせていただきます。提起していただくのは、長崎実行委員会の道平哲也さんです。道平さん、よろしくお願いします。被爆75周年原水爆禁止世界大会長崎アピール。1945年8月9日、ここ長崎の上空約500メートル炸裂した数百万度に達した原爆は、一瞬にして長崎の町を焼熱地獄と化しました。罪もない15万もの人々を殺傷し、建物、社会を破壊し尽くしたのです。かろうじて生き延びた被爆者は、戦後の苦難に満ちた生活の中で、放射能の被害と差別と偏見に苦しみ続け、75年もの歳月を生き抜き、平均年齢はすでに83歳を超えています。今日まで原爆交渉外と戦いながら、被爆の実相を伝え、平和の尊さを訴え、原水禁運動を牽引してきました。その声は核保有国に対しても、核兵器の使用を躊躇させる大きな力になってきたのは間違いありません。しかし、いまだに1万3400発もの核兵器が世界に存在する現実には怒りを禁じ得ません。2017年に国連で採択された核兵器禁止条約は、被爆者の願いが具体的に前進したことを意味します。現在、81カ国が調印し、39カ国が批准しています。しかし、核兵器保有国や核の傘の下にいる国は、核兵器禁止条約に反対しています。日本は未だ署名すらしていません。唯一の戦争被爆国と口にする日本政府なら、一刻も早く批准し、核廃絶のため世界のリーダーとして行動するべきです。これまでに核拡散防止条約 NPT や中距離核戦力 INF 全廃条約など、核拡大を制御する取り決めが作られていました。ところが、米国トランプ大統領は、イラン核合意や INF 全廃条約からの一方的に離脱しました。また、核戦略指針、核体制の見直しを発表し、使える核への転換を指示しています。それは核抑止から核容認を意味します。核兵器使用後の悲惨な状況やその影響を知らない愚か者の行為です。中ロの反発を招き、米中ロの軍拡競争が一層激化する恐れがあり、
この行為に対し私たちは強く抗議しなければなりません。国会では自公の数の力を背景に憲法改悪、辺野古新基地建設、敵基地攻撃論など平和と安定を望む市民社会の思いを無視し、戦争ができる国づくりを安倍政権は続けています。2011年の 3.11 福島第一原発事故では新たな核被害の歴史を刻み、多くの被爆者を生み出しました。4万人近い人々がいまだ避難生活を強いられ、人権が侵害され続けています。放射能汚染水の放出も検討されています。日本政府は原発事故を亡き者として原発再稼働政策をいまだに推し進めています。核は放射能という目に見えない形で人間を脅かします。ウラン採掘現場や原発の労働者たちも蝕み続けています。すべてを一人一人の命の課題として、その解決を急ぐよう訴えていかなければなりません。長崎では被爆体験者や被爆に賛成問題で裁判が行われています。長崎県の被爆者健康手帳所持数は最も多かった11万人から3万5千人となりました。被爆者の悲願である核廃絶と被爆者救済を一刻も早く実現しなければなりません。長崎では高校生や多くの若い世代にも核廃絶を求める声が広がりつつあることは未来への希望です。核廃絶はすべての人々の願いです。これからも核廃絶への道は続きます。共に歩き、共に戦いましょう。私たちは今日この場所から決意を新たに訴えます。核はいらない。核と人類は共存できない。核も戦争もない平和な21世紀を作ろう。ノーモア広島、ノーモア長崎、ノーモア福島、ノーモア被爆者、ノーモアウォー。2020年8月9日、被爆75周年原水爆禁止世界大会。道平さん、ありがとうございました。これでアピール採択とさせていただきます。以上をもちまして、被爆75周年原水爆禁止世界大会オンライン集会長崎大会を閉会とさせていただきます。最後までご覧いただきありがとうございました。この後流れるエンディング映像は、高校生平和大使及び高校生1万人署名活動の様子です。BGM は全国の高校生によるリレー合唱、この声を、この心をです。この後14時からは高校生シンポジウムを生中継いたします。ぜひそちらもご覧ください。辛い寒さの冬、日照りの真夏の日々、風に吹かれながら、雨に打たれながら、声を枯らして叫んだ、涙を流して呼びかけた、ただ一つの想いを胸に刻みながら、核のない地球を、戦争のない世界を、子供らの命が奪われないように、小さな力